未来が見えない時代の象徴 ZGMFX-42S デスティニーガンダム。 ZGMFX-42S デスティニーが機動戦士ガンダムシードデスティニーで活躍した機体です。とにかく最強というコンセプトの下でデザインされており、主人公の一人シン・アスカが登場し、戦争のない平和な時代を作るために戦いを繰り広げました。今回はそんなデスティニーガンダムについて解説させていただきます。戦争のない世界以上に幸せな世界なんてあるはずがない。機動戦士ガンダムシードの舞台であるコズミックイラ71年に繰り広げられた地球連合とザフットの最終決戦である第二次ヤキンドゥエ攻防戦が終結した後、ザフットと地球連合軍はユニウス条約と呼ばれる停戦条約を締結しました。これはミラージュコロイドや核の搭載禁止、そしてモビルスーツの保有数の制限などを含む軍縮条約となります。しかしザフトは万が一にも地球連合が再び攻めてくることに備えて軍備増強を行いました。こうしてコズミックイラ73年に開発されたのがインパルスとなります。インパルスはデュートリオンビーム送電システムやフェイズシフト走行を改良したバリアブルフェイズシフト走行を搭載し、フォース、ソード、ブラストといった兵装を換装するシルエットシステムを採用しました。こうして核動力を搭載せず、モビルスーツ保有数の制限にも違反せずに、フリーダムやジャスティスに劣らない性能のモビルスーツを生み出すことに成功しました。しかし地球連合やロゴスとの対立が深まる中で、ザフトは新たなモビルスーツの開発を行います。こうして生み出されたのがデスティニーインパルスとなります。デスティニーインパルスはインパルスの3つのシルエット機能を統合したデスティニーシルエットを搭載したインパルスです。この機体はシルエットシステムだけではなく、モビルスーツ本体にも改良が加えられた試作機です。もともとはホビージャパンの模型連動記事機動戦士ガンダムシードデスティニーモビルスーツバリエーションに登場した機体ですが、後にデスティニーインパルス1号機として設定されました。デスティニーシルエットには火星軌道維縁の探査や調査を目的として地球連合プラント中立国家軍が共同で設立した DSSD が開発した宇宙探査用モビルスーツスターゲイザーに搭載された惑星間推進システムであるボアチュール・リュミエールをベースとして発展させた機能が搭載されています。しかしデスティニーインパルスはボアチュール・リュミエールを組み込み、さらに重武装を追加したことによって一度の出撃で複数回のデュートリオン充電が必要になるほどエネルギー効率が悪くなってしまいました。なおそんなデスティニーインパルスは全部で4機が開発されており、1号機は機動戦士ガンダムシードデスティニーアストレイに登場し、機体の運用試験を兼ねて火星からの来訪者マーシャンの確保作戦に使用されますが、最終的にデスティニーシルエットを失い、アストレイアウトフレーム D に習得されています。2号機はデザインが公開されていますが、パイロットや運用歴は公開されていません。3号機はコートニー・ヒエロニムスが登場し、コズミックイラ74年にメサイア攻防戦へ投入されています。4号機は詳細不明とされていますが、機動戦士ガンダムシードアストレイ天空のプリンセスにはカイト・マディガンが所有するモビルスーツの中に1機が登場しているので、もしかするとこの機体が4号機かもしれません。エネルギー効率が劣悪なデスティニーインパルスの開発は中止されましたが、1号機は外伝作品にて回収される様子が描かれています。まず1号機を元に回収されたのがデスティニーインパルスリジェネスです。これは開発が中止されたデスティニーインパルスを元に民間企業が完成させた機体です。背部に搭載するデスティニー R シルエットはウルフスベイン超射程ビーム砲を搭載しており、さらに分離しての運用も可能です。機動戦士ガンダムシードアストレイ天空のプリンセスではカイト・マディガンの一行で白を基調としたカラーリングに変更した機体インパルスガンダムブランシュとして登場しており、傭兵エルザバイスが登場してロードアストレイオメガやロードアストレイ G 戦いを挑んでいます。また機動戦士ガンダムシードデスティニーアストレイ R ではデスティニーインパルスリジェネスと同時に開発された機体としてディア・ヤダガが登場しています。アダガはポルトガル語で探検という意味と同時に地球連合軍のダガーシリーズへの対抗の意味を込めたアンチダガーという意味も持つ機体とされており、 AI 機能によってデスティニーインパルスリジェネスの両機として運用することを想定して開発されています。こうしてデスティニーインパルスの欠点を克服することで ZGMFX-42S デスティニーが開発されました。
これがデスティニーの力だ。デスティニー開発当時、核エンジンやミラージュコロイドはユニウス条約によって禁止されていましたが、プラント最高評議会の議長であるギルバート・デュランダルは、最高の技術を全て盛り込むことを指示したので、デスティニーが核エンジンやミラージュコロイドの技術も加えられた機体として完成しました。なお、ユニウス条約違反を避けるため、表向きはインパルス、カオス、アビス、ガイア、セイバーなどのセカンドステージシリーズとされており、型式番号 ZGMFX42S の末尾の S はセカンドステージシリーズの分類を意味しますが、機体特性を隠蔽するためにこのような政治的配慮がなされており、実際の性能はサードステージシリーズに相当します。デスティニーが持つボアチュール・リュミエール、通称光の翼は、高水力スラスターによって瞬発的な加速を生み出すだけではなく、ミラージュコロイド粒子を散布するため超高機動力を実現すると同時に、磁気の光学残像を形成することが可能となっています。さらに最新型の動力機関ハイパーデュートリオンエンジンを持ちます。核エンジンは無限のエネルギーを生み出すことが可能ですが、デスティニーは光の翼をはじめとした膨大なエネルギーを消費するため、核エンジンを小型化し、さらにデュートリオンビーム送電システムを組み合わせて高出力化したハイパーデュートリオンエンジンを搭載しています。これにより従来の核エンジンの数倍の出力を発揮します。劇中ではオーブ戦でエネルギー残量が少なくなっている描写がありますが、 HG ミーティアの説明書によると、核エンジン搭載機であるフリーダムはミーティアのテスト中に出力型で一瞬フェーズシフトダウンしたことが記述されているので、もしかすると光の翼の多用によって一時的にエネルギー残量が減っていたのかもしれません。デスティニーは長距離ビーム砲やアロンライトビームソードなどの性質の異なる複数の武装を素早く切り替えて使用できるようにするため、装甲を分割してスライド稼働できるようにすることで人体に近い稼働を行えるように開発されました。それによって高い運動性能を実現しています。さらにマスターグレードデスティニーガンダムエクストリームブラストモードの説明書では、新たな設定が追加され、ストライクフリーダムの関節が金色に光るように、デスティニーの関節の内部骨格はバリアブルフェイズシフト走行の技術を応用した特殊素材で構成されているので、鈍い金属鋼を帯びているとされています。武装としては、まず東部バルカン砲やビームライフルを持ちます。ビームライフルはインパルス砲のセカンドステージのモビルスーツが装備していたものの改良型ですが、無限の電力供給により出力や連射性能が向上しています。両肩部にはフラッシュエッジ2ビームブーメランを搭載しています。簡易ドラグイン式になっているので、投擲した後は手元に戻ってくる兵装です。出力が高く手持ち式のビームサーベルとしても使用可能な兵装ですが、劇中では主にブーメランとして使用する機会が多い兵装です。左背面部には高エネルギー長距離ビーム砲を装備しています。ブラストインパルスのケルベロスを凌駕する大火力を誇りながらも、ハイパーデュートリオンエンジンによるエネルギー供給によって連射性に優れた兵装になりました。これにより対艦戦や対要塞戦から対モビルスーツ戦まで幅広く運用が可能です。ただし、なぜかケルベロスのような特有の名称を持っていません。右背面部にはアロンライト、ビームソードを装備しています。艦艇をも両断するほどの攻撃力を誇りますが、頭身が非常に長いことから自在に扱うためにはデスティニーが持つ機体の柔軟性が不可欠であり、さらにパイロットにはこれを扱う高い技量が求められます。両手の手のひらにはバルマフィオキーナ勝負ビーム砲が搭載されています。関智一氏に他人の機体の感じがしないと言わしめるこの兵装は、密着状態の敵機にビームを撃ち込む近距離兵装として使用されています。なお、名称がビーム砲とされていることから、実際に射撃戦で使用することは可能なはずが、作中では一度もビーム砲としての使用はされていません。またバルマフィオキーナは様々な戦闘で活躍するも、最終決戦でインフィニットジャスティスのビームサーベルに耐えきれず爆発していることから、ビームサーベルに拮抗するほどの出力は有していないと思われる兵装です。防御兵装としてはビームシールドと実体盾を持ちます。両手の甲に搭載されたソリドゥスフルゴールビームシールド発生装置は、ビーム実弾を問わず防御可能であり、展開中に内側から攻撃可能です。実体盾アンチビームシールドは伸縮機構を備えることで
防御面積を変化させることが可能なシールドです。ただ、シード界のビームシールドは、基本的に貫通されない最強の防御兵装として描かれていることから、何のために、デスティニーに実体盾が装備されているのか疑問視される意見がしばしば見受けられる兵装です。劇中では、グフにビームライフルを爆破された際に、爆風を防ぐために使用されているほか、戦闘中にシールドを展開している描写が描かれていますが、ビームシールドで十分ではないかという声が上がります。個人的には、インパルスのように、シールド投げからのビーム反射をして欲しかった兵装です。なお、機動戦士ガンダムシードデスティニー連合 VS ザフト2や機動戦士ガンダムエクストリーム VS シリーズでは不要と判断されたのか、アンチビームシールドは装備せずに出撃しています。劇中ではデスティニーはジブラルタル基地で真の新たな蒸気になりました。脱走するアスランとメーリンを追い、ブフイグナイテッドを撃墜します。その後、すべての元凶であるロゴスを倒すため、ヘブンズベース戦ではデストロイを撃破しました。しかし、逃走したロードジブリールを追ってオーブを攻撃した際は、暁を圧倒するも、ストライクフリーダムに阻止され、さらに駆けつけたインフィニットジャスティスとの戦いで撤退を余儀なくされました。その後、プラント本国に標的を定めた巨大ビーム砲、レクイエムの発射を阻止するために奮闘して、ダイダロス基地を制圧し、プラント本国を救う活躍を見せます。しかし、デュランダル議長が唱えた、人は遺伝子による能力で判別されるべきというデスティニープランに反対する、オーブ、地球連合、クライン派の連合艦隊とのメサイア攻防戦にて再びインフィニットジャスティスと戦い、戦闘不能に大破するのでした。あんたは一体何なんだ！主人公のシンは、戦争で全てを失い、戦いを終わらせるために奔走していた中、自分のために用意されたデスティニーを見て、この力で戦争を止めてやるという決意を新たにしましたが、衝突しながらも共に戦っていた仲間であるアスランを撃つことになり、その後は再び現れたアスランの言葉に戸惑いを見せるも、戦争のない未来を信じて、デュランダルの掲げる未来のために戦おうとしました。このシン・アスカというキャラクター性については、ロマンアルバム機動戦士ガンダムシードデスティニーデスティニー編で語られており、未来の見えない今の子供たちを象徴しているかもしれない、視聴者にとっての等身大の少年として描いたとされています。これは、シンが自分を肯定してくれる人物のところについて言ってしまうことで、自分は正しいと思い込んでしまう、ある意味普通でありながらも、何か怖いという関係性のドラマを描こうとしており、最後には、自分で判断、行動、そして責任ということを伝えたかったと明かされています。そんなシンはアニメ劇中で、不完全なキャラとして描かれることが多かったからか、多くの反響があり、キャラクター性が嫌いとする意見も多かったとされています。ただ、シンは、本来まっすぐで優しい性格であるものの、二度と帰らない悲しき過去に縛られてしまい、最終話では、間違ってしまっていることを感じつつも、もう止まれないところまで来てしまったことから、俺が守ると言いながらも、本当は自分が守ってほしくて、助けてほしくて悲鳴を上げていたことが語られています。こういったシンの心理描写は、テレビ版ではあまり見受けられませんが、コミックボンボン版で深く描かれました。作中では、メサイア攻防戦でアスランを圧倒するも、アスランが本気で戦わない理由を問いかけ、死闘を繰り広げます。あんたが正しいって言うのなら、俺に勝ってみせろ！そして、最終的には、テレビ版同様、アスランに敗れますが、明日を見て、前を向いて生きていくように決意して終わりを告げるのでした。デスティニーは、血の涙を流したかのような目元となっていますが、そんなシン・アスカの心の悲しみを体現しているのかもしれません。アスラン、あんたやっぱ強いや。余談ですが、デスティニーは、ガンプラ30周年記念の際に、TM レボリューションとのコラボレーションで、ハイネ専用デスティニーが登場しています。これは、エースパイロットを収集して、デスティニーを主力モビルスーツとして運用する特殊部隊、コンクルーダーズの構想のもとに開発されたものの、ハイネが、機体完成直前に戦死してしまったので、保管庫に保存されている機体とされています。今回は、これで以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければ、もう一本、動画を見ていただければ、とても嬉しいです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。